ご視聴ありがとうございます。今回は8月に購入した道具紹介したいと思います。1つ目、スタビレーのトルクレンチの替えヘッド。トルクレンチの先端交換部品です。これをつけることでトルクレンチにビットを直に取り付けが可能となり、ハイトが抑えられヘッド周りがすっきりします。スタビレーのトルクレンチを使って狭い箇所のトルク管理を可能とするアイテム。自分のオートバイのステップ取り付けのボルト、なんともスペースが制限されていまして、3部のソケットは全然無理。四分位置使ってみても絶妙に厳しく、今までボールポイントで作業をしていましたが、ネジにボールが食い込んでいくような使用感や斜めからのアプローチとなるので、厳密には正しい締め付けトルクにならないことが、問題は起きてなかったので、どちらも大丈夫だとは思うのですが、気にはなっていたのです。ビットならばスペースがきつくてもいけるかもということで導入をしました。外観がこちらです。特にないっすね。いつものスタビレー、独特なメッキの仕上げです。全体のサイズはこんな感じ。トルクレンチ側の差し込みサイズは他社品でもよく見るサイズですが、固定ピンの位置まで一緒かというのは分かりません。作用する距離はラチェットやスパナヘッドと同じです。差し替えてもトルク設定は同じで OK。 ヘッド交換による汎用性はスタビレートルクレンチの強みの一つです。ひっくり返してつければ逆ネジにも対応が可能です。ビットのホルダー部分がこちらです。片側にスプリングの輪っかが入っていまして、それでビットを押さえる保持をしています。反対側は少し潰してあるのか、ビットはここで止まるようになってまして、片側からしか差し込みはできません。差し込むときは癖がありまして、最初はすげえ入れにくいと感じていましたが、今はスルッと入れることができるようになりました。回しながら押し込むっていうんですかね、ビットホルダーとしては独特な使い心地です。不思議な感触なんですけど、特にガタが小さいってことはなく、むしろ入れた後揺すってみると遊びはしっかりめに感じます。不意に抜け落ちたりはないですが、がっちりロックってわけでもない、なんとも変わったホルダーかなと感じてます。ただ差し込みの独特さや遊びがあることについては、慣れてしまえば操作に問題は感じておりません。実際に使ってみて、今までトルク管理ができていなかった箇所に使うことができました。目的としていたステップのボルトにもしっかりと使えたっすね。狭いところにスッと入ります。思っていた以上にコンパクトなので、今までトルク管理で困っていた壁際ギリギリのボルトにもこのビットホルダーを使うことで管理ができるようになりました。トルクレンチを使える場面がかなり広がった印象です。替えヘッドを買うならまずこれかなと感じちゃったほどですね。デメリットはお値段。このホルダー一つで良さげなラチェットが買えてしまうほどの値段です。トルクレンチの用途が広がるのは素晴らしいのですが、このスタビレーの替えヘッド系は事業者向けな値段設定となってます。DIY ユーザーは手を出しにくい価格。特殊工具の部類といえば高いのもうなずけますが、このお値段はどうにかならないかなと期待をしている部分です。それからビット保持用のスプリングが使い方悪かったってことはないと思うんですけど、すでに変形をしていまして、でビット外す時にたまにこれ飛び出ちゃうことがございます。これが取れますとビットは保持どころかスカスカ、またスプリングとても小さいので落っことすと見つけにくく、C クリップやオーリングに変更ができないかを考えております。スタビレーのトルクレンチ替えヘッド、これでしか解決できない問題はあるでしょう。スペースでお悩みの方、ご検討ください。2つ目、デウォルトの扇風機ジョブサイドファン。国内在庫がとても少ないようで、やっと手に入れることができました。夏が終わる前に試すことができてよかったです。コードレスでどこでも使えるポータブルタイプの扇風機です。デウォルトの 18V バッテリーで駆動します。大きさはこのくらい、全長は41センチ、バッテリー込みで重量が3キロあるかないか、ファンの直径が180ミリほどです。ポジションは上下方向に13段階に調整が可能です。ちょっと下向きから真上を越えて後ろまで回ります。後方には本体をぶら下げるようにフックが備わってまして、こんな具合に引っ張り出して引っ掛けて使うことも可能。
引っ掛けるところが丸いのでちょっと頼りないかもと思ったのですが、案外いろんなところに引っかかってくれます。落っこっちゃったってこともないですね。バッテリーはこちらに装着。アクセスは良いです。スイッチ、風量はダイヤルで調整します。時計回りでカチッとノッチを伴いオン。風量はそこそこあります。最低レベルでも家電のサーキュレーターより勢いを感じます。電池持ちに関してはオフィシャルからスペックを見つけられなかったのですが、ネットで漁ってみた結果、5Aのバッテリーを使用時、最大風量で 4.5 時間持つみたい。実際に使っていて肌感的にもまあそのくらいかなという印象がございます。ファンの掃除はネジを外さないとできません。堅牢さとトレードオフなのでしょうが、サーキュレーターは案外細かいホコリ溜め込んでしまうのでちょっとめんどくさいなと感じた部分です。さて実際に使ってみて、扇風機の風に当たっている時は快適です。私は屋根のある屋外で夜間に使うことが多く、出力はメモリ半分からちょっと上ぐらいで使っています。今までは首掛けのファンを使ってかなり汗をかいていましたが、デウォルトを追加することで多少減ったように感じます。風に当たっている時は快適と含みのある言い方をしましたが、実際この扇風機への期待大きすぎたかと感じています。何これすごく快適とはなってないです。これを使うことで汗をかかないとかスポットクーラーばりにってことはなかったっすね。作業内容にもよるとは思います。私はオートバイの整備が主ですが、案外動き回っていることに気づきまして、要するに扇風機からの風が体に当たってない時間が多いのです。車体の左側をメンテしている際も車体右側まで回ることはございます。上下の動きもそこそこある。道具や部品取りに動いたりもありますので、一箇所にとどまることは案外多くなかったのです。このデウォルトの扇風機はそこそこ指向性が強いので風の範囲は限定的。私の運用方法では風が体に当たらない時間が結構に生じます。扇風機はスポットクーラーのように当たれば瞬間的に体を冷やせるってものではなく、風を当て続けることで冷却効果が出せる感じなので、動き回る一箇所にとどまることの少ない私の環境ではこれを導入してスーパー涼しいとは感じておりません。常に風を当て続ける空調服とか体に装着するタイプのファンの方が私の使い方には合っているかもというのが正直な感想です。休憩でずっと風浴びてる時にはなかなか快適ではあるですけどね。音はバカでかくはないですが小さくもないです。全開で水田ってほど大きくはないけれど、風量を絞って家電のサーキュレーターほど静かでもなく、最小レベルで使っても静かな室内ではブオーンと音が気になります。それからジーというモーターの制御音かなと、それに混じる形で不定期にチリチリと何かが音を立てている、嫌な感じな音もあるっすね。外で作業をしているとさすがに気にはなりませんが、インテリア家具として室内で使う場合は騒音として気になるレベルとなってます。さて暑さ対策に扇風機、私は悪くない気に入っておりますが、効果は個人差があるかもしれません。高温環境での送風は効果なしという意見もございます。最近は日中の外気温が上がりすぎて、扇風機風を出す装置は逆に熱中症の原因になりうると注意喚起がされているのも目にしました。気になって軽く調べてみたのですが、私が見た研究結果はどれも扇風機にポジティブなもの。気温が36度以上あっても扇風機は有効と結論がされていました。また実際に私は使っていて、風があった方が快適だと感じています。ただこの扇風機があるから熱中症対策はバッチリとは感じていないのもまた事実。扇風機を過信するのは良くないなとも思っています。さて不満としてはバッテリー残量が見えないことを挙げておきます。インジケーターがちょうど裏側になっちゃうんです。電池残量を見るにはバッテリーを一度外さなければなりません。なぜつけたまま残量確認できるように作らなかったのか、これは疑問ですね。それから持ち運びはちょっとだるいです。運ぶに適しているのは上部についた持ち手だけなので、これを運ぶとなると片手が塞がってしまいます。
肩で背負えるストラップとか何か持ち運びに有利になるアイテムがオプションでもあれば良いのにと感じています。あとは冷静に考えたら値段は高いですね。選ばなければ水冷服とかを変えてしまうお値段。アダプターをつけてマキタでも良かったかもとふと思っちゃうこともありますが、この黒黄色のカラーリングはかっこいいですよね。テンションはちょっと上がります。デオルトのコードレス扇風機ジョブサイドファン。あると快適なのは確かです。風を当てた部分の汗が引いていくのがわかります。凍らせたペットボトルとの組み合わせなどこれから試してみたいですね。このアイテムは使い込んでからもう一度レビューをしたいと考えております。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。